こんにちは、のしおです。今日はバンコクから2時間のパタヤ、その沖にあるラン島に行ってきたので皆さんに紹介したいと思います。フェリーは1時間に1本。フェリー乗り場の駐車場にギリギリに着いたので動画撮り忘れてしまいました。ほんとギリギリにフェリー乗れた。これ逃すと1時間後だったからよかったわ。フェリーだけどフェリー乗り場の手前でパワーボートをチャーターしていかないかって呼び込みがいるけど、俺はいつも乗りません。確かに早く着くんだけどめっちゃ飛ばして揺れるんで頭ぶつけたり船酔いします。そういうのが心配な人はローカルフェリーでのんびり40分の船旅を楽しもう。ローカルフェリーの運賃は片道30バーツ100円です。めっちゃ安いよね。南東もコロナの影響で5月末まで一般人の入島が制限されていました。で、6月から開放されたんだけど、タイは6月から雨季。海が濁ってしまう前にどうしても南東に行っておきたかったんだよね。南東が見えてきた。海綺麗じゃん、よかった。フェリーの桟橋下には小魚いっぱい。わかるかな？今回フェリーはターウェンビーチ側に到着。出発時間によって南東の到着する桟橋が変わります。桟橋の周りの海もこんなに綺麗。期待度上がっちゃうよね。青空いいなあ。この看板見ると、南東に来たんだなって実感する。さて、まずはご飯を食べよう。こんなに空いている南東を訪れるのは初めてだよ。これがお昼に食べたもの。イカのフライとヤムウンセン。他にはカオパット、タイのチャーハンも食べたよ。お昼を食べたらいよいよ南東観光。日帰りの場合一番楽なのはレンタルバイクを借りること。1日300バーツで楽しめます。車はほとんど走っていないけどバイクの運転は気をつけよう。それでは到着したターウェンビーチでドローンを飛ばせる場所を探すよ。雨季に入った時期だったけど天気良くてよかったよ。この辺りなら周りに迷惑がかからず飛ばせるよね。じゃあいってらっしゃい。さて、ここから移動しよう。南東は山を登ったり降りたりなので、デブな俺がスクーターに乗ると坂道はちょっときつい。次は違うビーチに向かうぞ。到着したのはターヤイビーチ。さて、水は綺麗かな。見よう。
こは穴場スポットなんだよ。ちょっと天気が怪しくなってきたね。こっちの方の天気だね。よし、早速ドローンを打ち上げよう。バンコクから数時間で来れる楽園、ラン島に行きたくなりましたか？次は山の頂上を目指すよ。住宅街を抜けて田舎道から山に登る。島を縦断するんだけど、スクーターだと20分ぐらいかな。遠いので歩いてはいけません。ヒャッホー、ウィンドミル展望台に到着。南東の南側にある展望台やってきました。向こう側にパタヤが見えるね。日帰り旅行の最後に訪れたのはサマエビーチ。海に来たぜ。今はね、観光客がやっぱり少ないんで閑散としてますけど、本来のタイの姿かもしれません。今回は日帰りだったので綺麗な海の紹介だけだったけど、ちゃんとホテルもあるから泊まりでリラックスも良いですよ。寒気の乱島はお手軽なのに海が綺麗なのが特徴です。最後にフェリーで戻ったパタヤを上空から見て旅を終えましょう。
タイ好きな皆さんの来タイをお待ちしています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。